信康はなぜ消されたのか。どうする家康に学ぶ日本史。信康は善人か悪人か。松平信康が消された原因としては様々な説が存在するが、主に信康を善人とする武田陰謀説と信康を悪人とする不死不仲説の2つがある。なぜ対立する2つの説が唱えられてきたのだろうか。まずは武田陰謀説から見ていこう。武田陰謀説では、瀬名築山殿が武田勝頼に次のような手紙を送ったとされている。我が子信康を説得して武田方にお味方させますゆえ、信長家康を成敗した暁には信康に徳川家を継がせていただきたいと瀬名は勝頼に訴えたという。しかしこの手紙のおかしいところは、瀬名が勝頼に信康を徳川家の後継者にしてほしいと頼んでいることである。信康は嫡男で、今のままでも立派な徳川家の後継者である。瀬名がわざわざ勝頼に頼む事柄ではない点がいかにも不自然である。また瀬名と信康が信長と家康を成敗するなどほぼ不可能である。それはともかく、武田勝頼が忍びや歩き巫女を使って瀬名と信康がいる岡崎城下を撹乱したという記録が残っている。そのため武田の忍びや歩き巫女が瀬名や信康に接近したこともほぼ事実であろう。その結果、岡崎城下に瀬名と信康が武田に内通しているという噂が立ち、五徳の耳に入ることになった。五徳が信長に瀬名と信康の噂を報告すると、信長は喜んだ。なぜなら徳川家臣団が急激に力をつけて信長を脅かす存在となっていた。特に信康は武勇に優れ、徳川家臣たちからの信頼も厚かった。このままでは将来的に徳川家が織田家の脅威となることは目に見えていた。そのため信長は武田方の陰謀だと知りつつ、家康に信康と瀬名の処刑を命じたというのが武田陰謀説である。そしてこの説は不自然な点も多いが、瀬名と信康は善人であったとする説である。次にもう一つが、家康と信康の親子の仲が悪かったとする不死不仲説である。瀬名の母は今川義元の妹だと言われている。また一説には瀬名は義元の子だったとも言われている。ところが義元が桶狭間で織田信長に討たれると、家康は今川家を裏切って信長方に寝返った。そのため瀬名と家康との間には信康と亀姫の2人の子供がいたが、桶狭間以降瀬名と家康は不仲となった。現にそれ以降瀬名と家康の間には子供が生まれていない。また瀬名は家康が側室を持つことを許さなかったために、瀬名の生前中にはほとんど家康には子供が生まれていない。瀬名は信康に常に家康の非道さを訴えたために、成長した信康も家康と不仲となった。瀬名は家康が浜松城へ移り住んでも信康のいる岡崎にとどまっている。また信康は武勇には優れていたが凶暴で、
家臣たちや農民たちの命を簡単に奪った。そのため1574年天正2年に信康に付属された松平親家が何度も進言するが聞き入れなかったとして役目を返上して蟄居出家している。さらに信康は側近の言葉には耳を貸さず、怒りに任せて老臣たちを罵倒することが多かった。瀬名と信康は自らが武田方の忍びや歩き巫女を通じて武田勝頼に内通したという。さらに瀬名と信康は家康を殺して徳川家を乗っ取る計画まで企んでいたという。信康の正室五徳が瀬名と信康の行動を12か条の訴状で信長に報告する。瀬名と信康の悪行に手を焼いた信長はついに2人を処刑することを家康に命じた。家康は泣く泣く瀬名と信康を処刑した。以上が不死不仲説で瀬名と信康を悪人だとしている。これら武田陰謀説と不死不仲説は前者が瀬名信康善人説であり、後者は家康善人説である。家康の死後の江戸時代に神君神話が広がり、家康は神へと祭り上げられていく。するとやはりこの瀬名信康事件も家康善人説に傾いていく。そのため信康は粗暴で瀬名はヒステリーで、二人が武田に内通したため家康は信長に迫られて泣く泣く処刑したとする家康善人説が広まったと考えられるのである。とすれば事実は武田陰謀説、つまり瀬名信康善人説に近いように思われるのである。